冷凍ストックで朝、楽々。お弁当作り、4日間。タラのベーコン巻き、レモンバターソース弁当を作るよ。アスパラは600ワットで1分30秒温めて解凍します。タラとささみロールは凍ったまま焼きます。表面を焼いたら料理酒を少し入れて蒸し焼きにします。アスパラの水気をしっかり拭いて、マヨネーズ、カニカマ、チーズをのせてトースターで焼きます。タラとささみロールが焼けたので取り出して、フライパンを拭いたらバター 15g とレモン汁大さじ1、塩コショウを少々混ぜて、タラにかけます。爽やかで美味しいめんつゆと大葉に漬け込んだ味玉。いい感じですね。梅じそささみロールはどうかなの？おかずが冷めたらお弁当箱に詰めよう。肉厚ですごく美味しいタラでした。淡白な白身魚もベーコンで巻いて満足感アップ。パパさんの目覚まし時計の音が聞こえてきました。急いで仕上げよう。アスパラは200度で8分トースターで焼きました。パセリを振って完成。朝焼くだけだったので楽だったよ。唐揚げの野菜だれ弁当を作るよ。唐揚げ用のお肉は前日の夜に冷蔵庫に移しておいたけど、まだ少し凍っていたのでレンジで解凍したよ。味付けしてある大根を凍ったまま火にかけます。唐揚げ用の鶏肉に片栗粉をまぶして、多めの油で揚げ焼きにします。唐揚げのタレを合わせておきます。大根にちりめんじゃこを加えて炒めます。鶏肉は焦げないように時々転がしながら揚げ焼き。大根を炒めたフライパンをきれいに拭いて、レンコンのたらこサンドを焼きます。
お弁当なのでタレ用の野菜もさっと揚げ焼きにします。油を切ってタレに混ぜます。おいしくなーれ、おいしくなーれ、おいしくなーれ、おいしくなーれ。唐揚げが揚がったらタレを絡めます。シャキシャキレンコンサンドも焼けました。唐揚げもさっぱり野菜だれで美味しい。さあ、冷めたらどんどん詰めよう。職場復帰したパパさん。最初は通勤途中に具合が悪くなっていましたが、今は大丈夫だそうです。どうかこのまま元気になりますように。一味、いりごまをかけて、よし、完成。この唐揚げ、パパさんが美味しかったとても喜んでいました。肉巻き卵弁当を作るよ。タコと大根は凍ったまま火にかけます。きゅうりを切ってビニール袋に入れたら、塩を少しまぶしておきます。汁気を拭いた味玉に薄力粉をつけて豚肉で巻きます。豚ももスライスが安かったのでこの日はもも肉にしていますが、豚バラなど何でも OK。パパさんの分は肉をもう1枚重ねてボリュームアップします。薄力粉を薄くまぶして焼いていきます。大根が煮えたら火を消して冷まします。ささみは600ワットで1分30秒温めて解凍します。インゲンも同じように解凍します。しっかりと水気を取って冷まします。肉巻き卵はコロコロ転がしながらまんべんなく焼いて、料理酒を少し入れて蒸し焼きにします。今日は焼肉のタレで味付け。よく煮絡めます。間違いない美味しさ。袋の端を少し切ってきゅうりの水気をぎゅーっと絞ります。
ささみ、きゅうり、調味料を合わせて中華風合いにします。インゲンはカニカマも加えてごまよサラダにします。肉巻き卵を切ってみます。おー、いいですね。濃厚で美味しかったよ。ちなみに卵の茹で時間なのですが、卵のサイズや火加減、常温に戻すかどうかなど、いろいろその時によって変わってくると思いますが、目安として7分だと半熟、10分だと固茹でになると思います。味玉はいつも8分30秒くらいで作っています。中火と弱火の間くらいの火加減にしています。できたよ。味玉好きの娘が喜んでいました。肉じゃがきつねコロッケ弁当を作るよ。きつねコロッケは600ワットで2分温めます。卵に白だし、みりん、水を少しずつ混ぜておいて、レンチンしたきつねコロッケをトースターで焼きます。まず200度で15分ホイルをかぶせて、追加で5分くらい表面がパリッとするまで焼きます。凍ったままの大根とレンコンを炒めて、卵を焼きます。仕上げにベーコンを並べて、卵液を流し入れます。この日は寝坊して頭の中が慌てていて、レンコンにもたらこが入っているのに大根もたらこ炒めにしてしまいました。寝ぼけてますね。よし、全部焼けた。下味をつけて冷凍したささみに片栗粉をまぶして、多めの油で焼きます。ささみに下味がしっかりついているので、仕上げの調味料だけ混ぜ合わせます。ささみに火が通るまでしっかり焼いて、仕上げの合わせ調味料を加えます。蜂蜜の甘さと粒マスタードが美味しい。ささみで簡単ハニーマスタードチキンです。コロッケも焼けました。肉じゃがコロッケ、大きい方が美味しかったです。油揚げは半分に切らずに使うか、大きいお揚げで作った方が中の肉じゃがが美味しい。さあ、急いで詰めます。焦ってなんかうまく詰められない。落ち着いて、落ち着いて。朝、アラームを止めて瞬きしただけなのに、目を開けたら30分経ってた。タイムリープでしょうか。瞬き恐るべしですね。コロッケにソースといりごまをかけて完成。コロッケとは違うかもですが、食べてみると美味しいよ。ご視聴ありがとうございます。
またね。